こんにちは、青22号です。今回からタミヤの24分の1トヨタ GR スープラを作っていきます。発売は今年の12月の予定ですが、11月に静岡で開催されたタミヤフェアで1ヶ月早く先行販売されていたのを入手したものです。というわけで早速作っていくことにします。表面の状態を確認がてらボディにサーフェーサーを塗っていきますが、先に裏側から塗ってしまうことにします。これはもちろん光が裏側から透けるのを防ぐためです。遮光ができれば必ずしもサーフェーサーである必要はありませんが、表側を塗るついでに塗っていきます。ボディとバンパーは別パーツになっています。タミヤはこれらを一体にすることが多いのですが、今回は分割した構成になっています。組み立てやすさを考慮した場合は一体にした方が有利ですが、後々バリエーションに対応するのが難しくなります。タミヤでも最近はそれらに対応するためにバンパーを別パーツにすることが多くなってきているような気がします。とはいえタミヤのパーツ精度からすると、たとえ分割になっていても組み立てにくくなることはないでしょう。ここは今後のバリエーション展開に大いに期待したいところです。一方リアのトランクリッドも別パーツになっていますが、こちらはバリエーション対応というよりも金型の抜きの都合でボディと一体にできなかったのではないかと思われます。側面のインテークの部分も実車同様に別パーツになっています。他のパーツを塗装している間にボディの裏側に塗ったサーフェーサーがだいたい乾いてくるので、表側を塗っていきます。いつもだと何らかの持ち手をつけた状態で塗りますが、今回はリアのトランクリッドがはまる場所が最終的に見えなくなる部分なので、そこを持ち手にします。最初はフロント部分を掴んで後ろを塗装し、後ろが塗り終わったら持ち替えてトランクリッドのところを持ちながらフロント部分を塗っていきます。もちろん持ち手を素直につけるならこういったことは考えなくて済みます。白のランナーのパーツを切り離していきます。ひとまず全てのパーツをカットしていきます。このランナーのパーツには赤で仕上げるパーツが含まれています。それらのパーツはサーフェーサーを塗らずに成型色の白を生かして直接赤を塗ります。またマフラーなど金属色で仕上げるパーツもあるので、それらもサーフェーサーを塗らずに直接黒を塗って金属色の下地とします。なおどのパーツが赤で仕上げることになるかなどはあらかじめじっくりと説明書で確認しておく必要があります。というわけで光沢の黒を塗っていきます。塗る対象となるパーツは金属色で仕上げるパーツに加えて、光沢の黒のままで仕上げるパーツももちろん同時に塗っていきます。ただしセミグロスブラックで仕上げるパーツはあえて光沢の黒を塗る必要がないので塗らないでおきます。サーフェーサーを塗っていないので、いきなり厚く重ねると表面で塗料が流れてしまうので少しずつ塗っていきます。一番出だしは色がつくかつかないかのギリギリの量を塗り、数秒間空けてから徐々に塗り重ねていきます。最初に塗った微量の塗膜が先に乾くことで、塗料自身にサーフェーサーの役割を持たせることができるようになるからです。乾燥の数秒間を待つ間はただじっと待っているのではなく、その間に他の部分を塗っていると自動的に数秒間経つことになります。このサイクルを塗っている間続けることになります。一方こちらは黒のランナーです。主に黒で仕上げるパーツがほとんどですが、ここへ黒を塗るとやはりどこまで塗ったかが分かりにくいので、一旦グレーのサーフェーサーを塗って軽く全体をグレーがかった状態にします。一部ホイールにはめる黒のパーツがありますが、それらはあらかじめ先にカットして外してから塗っています。光沢の黒で仕上げるパーツで、なおかつ完成後もよく見える部分だからです。黒の塗り具合を確認しにくいかもしれませんが、サーフェーサーを下に塗ると光沢加減がやや落ちるので、塗りにくさよりも仕上がり具合を優先しています。サーフェーサーはそれほどしっかり塗る必要はありません。
黒を塗装するときに見やすくするために塗っているだけだからです。サーフェーサーを一通り塗り終えたら、ランナーからパーツを切り離していきます。パーツの形状はそれぞれとてもよく考えられているので、説明書をしっかりと読んでおけば、どれがどのパーツかがわからなくなることはほとんどないでしょう。ここはゲートではないので注意します。シャシー前方にはゲートに似た突起があるので注意します。これを切ってしまうとシャシーをボディに固定できなくなります。こちらはもう1枚の方のランナーです。キットには右ハンドル用と左ハンドル用の両方のパーツが含まれています。今回は右ハンドルで作るので、左ハンドル用のパーツはそのままにしておきます。ランナーからパーツを切り離したら、一部のパーツを光沢の黒で塗っていきます。先ほどの白のランナーのパーツを黒で塗った時と同様に、光沢の黒で仕上げるパーツのみを塗っていきます。塗り分けのあるパーツは今後マスキングして塗っていくことになります。サーフェーサーの上から光沢の黒を塗ると、直接プラの上から黒を塗った時よりも多少光沢加減は落ちてしまいますが、といっても光沢が全く出ないわけではないので、これらのパーツはこの程度で十分でしょう。サーフェーサーを十分乾燥させたら、ボディ表面をペーパー分けしていきます。ただしこの作業は、このキットに関してはやる必要があるかは十分慎重に考えた方が良さそうです。というのも、非常に微妙なプレスラインも再現されているので、ペーパー分けによってそれらを誤って消してしまう可能性が大きいからです。そもそもこのペーパー分けを行う理由は、ボディ表面の引けやパーティングラインの段差をなくすことでした。ですが、このキットのボディ表面には、引けだけでなく、パーティングライン自体すらほぼ見当たらないので、ペーパー分けの必要性がほとんどないのです。ただし、給油口のモールドは深くしておいた方がいいかもしれません。金型の向きの関係で、円の上半分は少し浅くなっているからです。さすがのタミヤでも、ここを深くしておくのは物理的に難しいので致し方のないところでしょう。と言っても、そのままでも十分干渉に耐えるレベルは保っています。今回はこの後何層も塗装していくことになるので、一応念のために深くしておくという感じです。長谷川のモデリングスクライバーを使って何度もなぞって深くしていきます。最初は弱い力で始めて徐々に力を入れていきます。筋彫りをした後は彫った周辺のプラスチックが毛羽立っているので、ペーパー分けして慣らしておきます。モデリングスクライバーのような毛書き針で彫った場合は、ラインエングレーバーの時などと違って彫ったところをペーパー分けする必要があります。ボディ表面は引き続きペーパー分けをして、全体のサーフェーサーがなくなるまで続けていきます。先ほども言いましたが、ボディ表面には消してはいけない微妙なプレスラインがあります。それは少なくとも2箇所あり、1つ目はドアノブ前後に水平に伸びる二重のプレスライン、もう1つはリアフェンダーの付け根にある2段になっている部分です。これらを削ってしまわないように注意する必要があります。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。